おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はソロ戦のジョルノだよ。僕の行く手を阻む者には容赦はしない。ジョルノは前回のシーズンで縦移動スキルのオーバーブローが大幅強化。設置判定の改善によりとっさの使用で不発することはまずなくなったし、耐久力を得たことで破壊されにくくなったので実に快適。さらにペア戦で相方にも使用して高所に誘導できるようになったので他のペアにはできない位置取りも可能となった。同時期にジョリーンが登場したことで縦への移動力は上回られたりしたが、ジョルノにはジョルノの強みがある。さてシンデレラ付近からスタートしたが別のプレイヤーもいたためダービーの死角の確保を優先。というかシンデレラに入らずとも道中で十分シールドを確保できたな。ついてる。さて向こう側にもまだ死角っぽい気配。そしてすぐそこに大シールドとプレイヤーの気配。無駄近距離パワー型だ。踏み込んでこないということは近距離タイプではない。姿を消していたリゾットだったか。まさか向こう側にいた死角がハイディオ様にやられてしまったか。おまけにハイ状態になってこちらを狙う気満々だ。最高に入ってやった。一人が少ないんだ。あっち行けよ。やめた方がいいですよ。ハイディオ様としてはレクイエムでロードローラーが通用しないジョルノは何としても倒しておきたい相手。序盤のうちにガン攻めするのは当然の選択。しかしこちらとしてもまだレベルが足りていないので倒してチップを奪えれば美味しい場面。つかず離れずの距離を保って隙を伺おう。二度同じことを言わせないでくださいよ。おっと再度吸血か、また攻めてくるぞ。三度目は言わせないでくださいよ。お前は血を吸って殺すと予告しよう。三度目は言わせないでくださいよと頼んだはずだ。関係ない。死ねー。やむを得ない。倒さねばならない。ジョルノ・ジョバーナには正しいと信じる夢がある。無駄だ。人を始末しようとするってことは逆に始末されるかもしれないという危険を常に覚悟してきている人ってわけですよね。ゴールドエクスペリエンス逃がさない。無駄。やめろって言ったんだ。よしこれでレベルマックス。しかしやはりハイディオ様との殴り合いはただでは済まない。基本的に真っ向からの殴り合いは避けて先制できた場合のみ追撃に行った方がいいな。さてこれだけ苦労したんだ。なんとしても立て直してこのマッチを制したい。さて残り人数を。建物に踏み込む際も一旦外から中を覗き、誰かいないか警戒していく。おっとナランチャが狙っていた。この建物は安全そうだしさっさと確保してしまおう。序盤は苦労したがその甲斐あって現状はかなり有利。極端な話、この建物を死守して最後にレクイエムをフルに使えば確実に勝てる。おっと誰かがこの建物に接近してるな。君たちのために言うけど、無駄なことはやめた方がいい。ここはあえて足音を立てて接近してきた相手に存在をアピール。これで今来たプレイヤーは迂闊に踏み込んでこられなくなった。こちらがジョルノだということがバレると無理やりにでも踏み込まれる危険性もあるので相手に与える情報は足音だけだ。外では奥安、ナランチャあたりがアルティメットを切って潰し合ってるな。あとはいかに敵を近寄らせず、こちらにヘイトが向かないよう立ち回るかだ。また誰か踏み込んできた。こんな重要な場所に来るお前は何者。無駄貴様だからもう追ってこないで。今度の侵入者はリゾットか。しかしリゾットのアルティメットを食らってもレクイエムで強制解除できるので知名度をもらうことはない。この残り人数でリゾットはアルティメットを無駄打ちするわけにもいかないので逃げることしかできないだろう。逃げた先でやられたな。残りのプレイヤーも建物に入れずどんどん消耗しているぞ。あとはレクイエムで終わりだ。生き残るのはこの世の真実だけだ。すでに手遅れになっているんです。もうおしまいなんです。ゴールドエクスペリエンスレクイエム。これがレクイエムだ。ダメージが。ああ、同じ症状ですね、僕と。しかしこんなはずでは。全てはもう終わっている。有利ポジションを死守して最後はレクイエム2連発で戦わずして勝利。レクイエムを使って戦うという手もあったけど、下のキャラはブチャラティと奥安。2回目のレクイエムを空間削りでキャンセルされる可能性がわずかにでもあったり、ブチャラティのダイブで逃げられて直接とどめはさせなかったろうからおそらく結果はあまり変わらない。
相手にこちらの存在を意識させず、なおかつ有利ポジションを守り抜くという過程が今回のポイントだ。僕の行く手を阻む者には容赦はしない。先ほどは苦労してチップダッシュを狙ったが、やはりダービーの資格だけでアルティメットを解放できるのが理想。さらにはいかに相手に取らせずに自分が取れるように動けるのかが後半の立ち回りのしやすさに大きく影響する。今回のスタート位置はこんな感じ。こういった場合はまず東に動いてすぐ近くのダービーの四角2体を狙う。こいつらさえ取れてしまえば北西に他のプレイヤーはいないので安全に残りのダービーの四角を倒しに行ける。よしこいつらを倒せばアルティメット一発目を解放してさらにレベル5。そしてこのエリアは北西の端っこに物資の豊富なレストラントラサルディがある。僕もピッツァが食べたいな。故郷ネアポリスに帰ってシンプルなマルゲリータを。さてこのエリアには誰も来ていなければもう一体ダービーの資格が残っていたはずだな。よしまだ残っていた。8人マッチにしてはダービーの資格だけでレベルマックスと完璧と言っていい立ち上がりだ。これでもう無理してプレイヤーからチップを奪いに行く必要はないし、開幕のダービーの資格争奪戦における立ち回りというのは非常に重要だ。ただしあえてダービーの資格が少なくとも安全なエリアを狙うプレイヤーもいるので毎回このように行くとは限らない。さてあとは後半まで狙われないように耐え忍ぶのみ。情報では名前は確かジョルノ・ジョバーナだった。まずいぞ。あの自信満々の動き、このままではまずい。ゴールデンクスやはり向こうはこちらの存在を完全に把握していた。お前がしたのジョルノ・ジョバーナ。そうは思いません。もう一度よく考えろ。拒否します。正面からの殴り合いではパワーが上かつバニシングで回避ができるディアボロが圧倒的有利。よって真っ向勝負は断固拒否。ディアボロの移動力は平凡なので侵入経路のない高台へ移動してしまえば手出しされることはない。下には歌教員とオレンジのディアボロか。歌教員にとって地形も残りのキャラ相性も最悪なので長くは持たないだろうな。なんてやつだ。絶対に逃がさん。気の毒だけど。さて次のエリアの高台を取ろう。つら見せろ。逃げてんじゃねえ。すごく嫌です。うわ奥安がずっと待ち伏せしてた。すごく痛い。むちゃくちゃ痛いがおかげで勝てる可能性があるようだ。これで残りのキャラは全て把握できた。ここからが本番だ。さて残りのキャラはディアボロ2人に奥安。いずれの相手も体力的、キャラ相性的に真っ向勝負では不利。しかしジョルノの強みは縦への移動能力。この位置へは通常のキャラでの移動は不可能。おっと一人うかつに近づいてきているな。このままで済ませるわけにはいかない。よしオレンジのディアボロに大ダメージ。もうあのディアボロはまともに戦えないだろう。15ですか。おっといつの間にか向こうでは奥安がリタイアしたな。しかしどうやらこの建物は最終エリアからはやや外れているようだ。つまり最後は下の広場でディアボロ2人と決着をつけなくてはならない。レクイエムを使えばダメージを受けることはないが、ディアボロもこちらの攻撃をバニシングで回避ができる。つまりエリアの広さが残っているうちにただレクイエムを使うだけでは勝つことはできない。お前の行動が真実から出たものなのか、それとも上っ面だけの邪悪から出たものなのか、それはこれからわかる。いい気になって知った風な口を聞いてんじゃないぞジョルノ・ジョバーナ。あんたは果たして滅びずにいられるのか。お前はどこへも向かうことはない。決して奴はもうどこへも向かうことはない。エリアが閉じるギリギリまでオーバーグローでしのぎ、最後はレクイエムを使ってディアボロをエリア外に追い出して勝利。今回の終盤、建物がダメージエリアに飲まれてから完全にエリアが閉じるまでの時間は17秒。あのエリアの広さではすぐさまレクイエムを使ってもディアボロにはバニシングで攻撃を回避されてしまうので、エリア外に追い出せるようになるまで粘る必要があった。もしどちらかがすぐさまこちらを狙ってきたら1回目のレクイエムを使って場を荒らす必要があったが、ディアボロが2人残っていたことでお互いが攻撃を躊躇しギリギリまで粘ることができた。ディアボロは多数の場面で有利が取れる非常に強いキャラだが、移動力とエリアが閉じるギリギリでの競り合いという点においてはジョルノが上回る。それではご視聴ありがとうございました。